こんにちは、こんばんは。はるけです。今回は値段別最高の CDM 戦車値を紹介していきたいなと思います。チープ、ミディアム、エリートと3つの価格帯に分けてそれぞれ紹介をしていければなというふうに思います。値段が安ければ、コスパの戦車として紹介はできますし、値段が高かったとしても、その値段の価値っていうのは十分にある戦車値なので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。まずはチープですね。10万までの、戦車値はこちらになってます。金のカンテ、そして RTTK の、アンギサ、そしてフューチャースターですね。フューチャースターのビニシウス・ソーザ、そして TOTT のアムラバト、そして金のデヨング、そして PTG のディレイニという風な形になってます。金の観点に関しては、やっぱり初期の頃に、非常に使われた、ボランチの選手ではあります。今ではね、そこまで、見なくなって、なんか他の選手の方が、多く相手にいることはあるんですけど、カンテも十分に強いような、選手で、特にね、この選手も初心者の方には非常におすすめで、勝手に取ってくれるっていう、ことができるような選手にはなるので、特に AI 面ですかね、相手が、よし、ボールを取ってカウンターだっていう風な時に、ちゃんと攻撃の目をつむような立ち位置をしてくれて、インターセプトしてくれるっていうようなことがあるので、金の選手とは思えない AI の良さっていうのはこの人にはありますね。で、そしてアンギサーですね。ワークレートがミディローとかで、ちょっと中盤としてはね、かなり厳しいワークレートではあるんですけど、非常に能力自体は、高いですね。なんで、セリエのコスパっていう風なところでいくと、全体的にね、みんな値段は安いんですけど、アンギサも、普通におすすめには入ってくるかなという風に思います。自分で操作をした方がいいような、選手にはなりますね。そして、フューチャースター、ビニシウス・ソーザですね。最近、来た、イベントのカードの選手なんですけど、本当にどしっと構えれるような、選手になってます。大柄の選手で足も長いっていう風な感じの選手にはなるので、ガリッと刈り取りたい人は、この人おすすめかなという風に思います。ラリーガの、選手ではあるので、ラリーガスカットの方には、刺さるかなという風には思いますね。若干スピードだったりとか、ドリブル面だったりとかっていうのはちょっと物足りないというか、厳しいかなって思うところはあるんですけど、守備面のところ、もうフィジカルでゴリッといけるような力っていうのは持ってるというような感じですね。で、そして、アムラバトですね。本当にこの人、若干ペースが遅かったりするだけで、他はほぼほぼ完璧に、なれるような選手ですね。より、この TOTT を、1段階か2段階か、アップさせるようなアムラバト、強いアムラバトが来てほしいなというふうには思うんですけど、本当にセリエで、この人も、ボランチを任せれる、上で、非常に強いような、選手になってますね。逆足が4っていうことも、ビルドアップ面でも、あまりパスミスせずっていうことをできるので、非常にこの人もおすすめですね。フィジカルもあるっていう風な選手にはなるので、でかくて、パスもつなげる。若干ペースは遅いけど、みたいな、感じの選手ですね。で、そして、デヨングですね。デヨング CM の選手ではあるんですけど、登録が。登録のポジションがデヨングは CM なんですけど、一応CM っていうよりかは、ボランチの方がいいかなという風に感じたので、今回は入れました。非常に比較的、やっぱり、使いやすい、キャラクターの選手で、ドリブルとかが軽い、選手ですね。なんで、前線にね、活かせれるような CM っていう風なポジションでもいいんですけど、やっぱね、シュートがそこまで入らないので、個人的にはボランチで使うことが、初期から、多かったかなというふうに思います。金のデヨングだと、現環境だと若干フィジカルだったりとかで取りきれなさっていうのは、あると思います。そんなにゴリゴリ系ではないので、あるとは思うんですけど、それでも、非常に金の選手の中で、行くと、また10枚以内っていうようなところで行くと、この人も全然おすすめのボランチにはなるかなというふうに思います。で、そしてディレイニーですね、左利きの選手です。普通に、この人も、アムラバトだったりとか、ビニシウスソーダだったりとかと、同じようなタイプですね。フィジカルでゴリッといけるような、選手ですね。アムラバトよりかは、そうですね、ビニシウスソーダの方が
近いかなっていうふうに思います。ドリブルもね、そこまで、軽くはなくて、重たさっていうのも、あるので、そういう風な選手が、好きな人っていうのは全然ディレイにも合うのかなという風には思いますね。で、そして次はミディアム、10万から50万までの選手たちはこちらになっています。パスグロリ PTG のザカリア、そしてワールドカップへの道の、ブスケツ、そしてワールドカップフェノムのグエンドゥージ、そして PTG パスグロリ、ギマライス、そしてデヨングですね。でそして TOTT 風見ろという風な形になってます。ザカリアに関してはやっぱり足伸びますし、非常に強い。ずっとね、20万ぐらいを保ってるような、選手にはなるので、非常にこの人はおすすめにはなります。この人もね、若干タイプ的には、それこそドリブルが重くて、ちょっとこうパスのあんまりっていう風な選手ですけど、守備もうがっつり取り切ることできますし、あとね、このね、スピードもあるのがね、非常にいいんですよね。こうゴリゴリ運んでいって、最後近くの選手にパス出すとかっていうこともできるので、細かいタッチってのはできず、なかなかこう相手を騙すみたいな、プレーはできないんですけど、本当にこう守備面とあとはスピードっていうのがあるような、選手にはなるので、非常にこの人も、おすすめになってます。でそしてブスケツですね。ブスケツはやっぱりもちろんこうグリッと取り切ることもね、できるような選手にはなるんですけど、それよりかはやっぱりパスですね。パスが非常にやっぱり上手くて、中盤をこうつなぐというか前線と、守備をつなぐ中盤としてのこうパスの配球というか、ところがやっぱり一番ブスケツはうまいような、選手にはなってます。ドリブルの、ね、数値だったりは高いんですけど、やっぱりね、身長が大きかったり、するので、そこまで軽さは、ないかなという風な感じですね。この人もね、比較的足は伸びますし、ある程度こう守備をしながら、パスもうまくっていう風な選手で、自分的にはかなりおすすめかなという風に思います。でそして、ゲンドゥージですね。ゲンドゥ。この人は非常にやっぱりリーグワンのボランチとしては優秀です。普通に強いですね。やっぱ守備面も、AI で勝手にインターセプトしてくれたりする場面もありますし、後ろからね、こうゴリッと取り切ることも、たまには、できます。それこそサイズ自体はザカリだったりとか、ブスケツほどはないんですけど、それでもなんかしっかり取ってくれたりとか、するので、ゲンドゥも結構自分的にはおすすめですね。今作マルセイユがめっちゃ特殊カードとして来た時にはこう20万ぐらいいった選手で、かなり需要はね高いような選手にはなるので、全然弱くない、もう普通にこの中だったらおすすめに入るぐらいの選手にはなってますね。でそして PTG ギマライス、この人もね CM 登録ではあるんですけど、33っていうこともあるので、自分的にはやっぱりボランチ起用が、最適かなというふうに思います。若干どっちもいけるっていうのは選手はその登録ポジションにしてるんですけど、ギマライスの場合は CM っていうよりかは、圧倒的ボランチかなっていうふうに思うので、デヨングもそうですけど、ギマライスに関してはやっぱりブラジルがね、上がっていければ、今では最強の選手になってたかなというふうに思うんですけど、やっぱり先ほど言った33っていうのはちょっと気にはしないといけないところ、特に逆足ですね。逆足3っていう風なところで、少しこう気にしないといけない部分でもあるんですけど、それでも本当に能力のバランスが良くて、守備面も高いですし、フィジカルもねある程度あってっていう風な選手で、あとは身長もめっちゃでかいっていう風なわけではない、180何センチかぐらいだったと思うんで、そんなには持ちにくくないっていう風な選手なので、ある程度は中盤で持つことができるかなという風に思います。個人的にはもうちょっとペースがあったらかなり良かったなと思う場面は多かったんですけど、それでもしっかり取り切れるとこは取り切ってくれて、あとはやっぱり周りとコンビネーションしながらパスもうまいので、非常に、個人的にはボランチとしてはおすすめで、非常にいいかなというふうに思います。でそしてデヨングですね。デヨング特にやっぱりインターセプト面がこの人の売りかなというふうに思います。金でもおすすめに挙げた選手ではあるんですけど、そこからね PTG だと能力が結構上がってるので、
スピードも上がりつつ、ドリブルで剥がしつつ、パスもうまいので、それこそね、守備面のボランチ、ザカリアだったりとか、それこそビニシウス・ソーダとかブスケツとかっていう風な、よりかは若干攻撃もできつつっていう風な感じの選手で、かつボールを持ちやすいっていうような感じになるので、ちょっと CM っぽいこうボランチの使い方みたいなのが、デヨングいいかなというふうに思います。やっぱりね、軽さがある選手なんで全然持ち運べるんですよね、どんどんこう。なんで持ち運べれるような選手はやっぱり中盤に1人いるとありがたいかなというふうに思いますし、そういうふうな意味でもやっぱデヨングのボランチ非常にいいかなというふうには思います。守備面はそれこそ先ほど言った選手よりかはガツンと取りきれない場面はあるかもしれないんですけど、それでも個人的にはそんなに気にはならなかったので、安定に何でもできるような選手として中盤に1人いるのは、いいかなというふうに思います。で、そして TOTT 風見ろですね。この人は本当にこうガツンと取り切るようなタイプです。で、ドリブルだったりとかも重たさっていうのはあるので、ぐいぐい運べるような選手ではないかなっていうふうに自分は、思いますね。やっぱり相手の攻撃の目をつむ、フィジカルでこうゴリゴリいくっていう風な選手にはなります。それでも今作風見ろ結構使ってる人多いかなという風に思いますね。普通に強いですね、やっぱり。守面が高いので、やっぱり足が出てきますし、しっかり取り切ってくれますし、あとはフィジカルで負けないので、そういう風なこう守備っていうのはいいですね。あとはその後ですよね、守備取った後のこうもたつきっていうのが、若干はあるので、早めにボール離したりとかっていうようなところがやっぱ風見ろ、そういうとこ気をつければ非常に活躍っていうのは、してくれるのかなというふうには思いますね。で、そして最後ですね、エリート50万以上の選手たちはこちらになってます。ワールドカップヒーローのヤヤ・トゥーレ、そしてワールドカップアイコンのローター・マテウス、そしてプライムアイコンビエラ、そしてウィンターワイルドカードカンテ、そして、RTTF ゴレツカという風な感じになってます。ヤヤトゥーレに関しては言わずもがなですね。多くの人が使ってる最強の選手かなというふうに思います。ケミ的にも完璧でプレミアの選手を救うこともできるというふうな感じで、世界のトップレベルの選手たちは多く、この人が強いというふうに評価をしている選手ではあるので、この人値段的に言うとね、多分もう今300万ぐらいいってると思うんですけど、非常に強いような選手にはなってます。何でもできますね。かつでかいのに軽いっていう風な選手にはなるので、おすすめですね。で、マテウスですね。マテウスはどっちかというとこう小柄な選手で、動き回るようなタイプの選手かなというふうには思いますね。CM でもこの人良かったんですけど、一応こっちは登録募集の CDM になってるので、ちょっと今回入れたという風な、感じにはなるんですけど、この人も値段的に230万ぐらいして、高いですね。値段的にやっぱり高いですけど、やっぱりそれぐらいの価値は、あるような選手で、強いですね。そんなに身長はないんですけど、しっかり取り切れるっていう風な力を持ってて、アイコンの選手の中でも、普通に上位に来る、レベルで、トップレベルの、選手にはなるので、非常におすすめの、選手にはなってます。で、そしてプライムアイコンビエラですね。自分はワールドカップアイコンのビエラをずっと使ってるんですけど、そこからプラス1された、ビエラになります。ドリブル自体は、かなり重たさっていうのは、あるので、そこまでこう自分でね、ぐいぐいいけるような選手ではない。で、かつパスもね、そんなにはうまくは、ないので、それこそパスだけでいくとね、ギマランスだったりとかデヨングとかの方がうまいので、そういう風なところはあるんですけど、こうプラスの要素として守備面がマジでえぐいですね。マジでえぐい。ほんまに全部刈り取ります、この人。マジで貫通せず、足の伸びもえぐくて、本当に守備面は完璧かなというふうには思います。かつペースもね、あるので、本当に非常にやっぱりこの人は強い。もうややトゥーレとか以上の守備力はあると思いますね。なんで本当に今作の全カードの中でも守備面っていうのはやっぱ飛び抜けてると
思いますし、そういう風なプラスの要素があるからこそ、やっぱりドリブルだったりとかパスが若干ずれても、まあしょうがないかなっていう風に思えるような選手にはなってます。なんで、まあこの人、センターバック起用とか、でも全然いいかなっていうふうに思います。それぐらい守備力っていうのはある選手なので、この人も非常にボランチの選手としては、優秀かつこう最強の、選手にはなるかなというふうに思います。ドリブルとか重たくてもいいっていう人はビエラめっちゃあると思いますね。で、そして、ウィンターワイルドカード、カンテですね。まあ、カンテは、非常にやっぱりボールタッチが軽いような選手になってます。身長もね、そんなにはないので、まあ、しっかりこうドリブルで運んでいくこともまあできるっていう風な感じの選手で、細かいタッチもできるっていう風な選手にはなります。まあ、ですけど、この人も小柄なんですけど、まあ、マジでちゃんと取ってくれますね。フィジカルでガリって負けることがないというか、なんかフィジカルでなんかこうバーンって正面からぶつかり合うっていうよりも、なんかカンテはそういうとこ上手くて、なんかスルッと相手の体とボールの間に入って、なんかしっかり取るっていう風なことができるので、フィジカル勝負でバンって勝ってボール取るっていう風なことじゃなくて、フィジカル勝負を挑まなくて、こうボールタッチが流れた時にスッと体を入れてくれるっていう風な選手にはなるので、まあこの人も、まあ、それこそね、軽くて普通に使いやすくて速くて、でボール取ってくれるっていう風な選手なんで、まあめちゃくちゃいろんな人に合うと思います。操作しやすいですし、そういう風な軽い選手が守備でもね、ちゃんと取ってくれるっていうような選手になるので、まあ、多くの人はかなりこう、カンテは、使いやすいんじゃないかなという風には思いますね。で、そして RTTF、ゴレツカですね。まあ、ゴレツカはどちらかというとやっぱりフィジカル勝負をするような選手なのかなという風に思いますね。まあ、この人もね、CM として全然使えるんですけど、まあ、どっちかといったら、まあでもボランチで使うことの方がおすすめかなっていう風に思います。この人が55になれば、まあ絶対 CM 起用の方がいいんですけど、まあ自分がもしこのゴロレツカ使うんだったらボランチかなという風なところで、今回もボランチに入れました。で、やっぱりね、スキルが3なので、なかなか上げづらいっていう風なところもありつつ、ですけど、シュートもめっちゃ決めてくれるので、CM で上げたいっていうのはありつつ、もう何でもできるような選手なんですよね。ペースもあって、シュートも打てて、パスも上手くて、で、ドリブル自体は、それこそカンテだったりとか、マテウスだったりとか、と、まあ、よりかは、軽くは、ないんですけど、全然こう扱えるような、選手、軽さにはなってるので、まあ全然この人もおすすめかなっていうふうに思います。まあ守備面は言わずもがなですけど、本当にこの人、金の時から自分はゴレツカ使ってるので、まあゴレツカ自体の強さっていうのは分かってますし、まあこのカードがどんどん上がっていくってなると、まあ本当に最強の、ボランチ、にはなるかなというふうには思います。本当に何でもできる。もうそれこそ55になれば、もう SC とかでもいいんちゃうかな、55になったら。もうそれぐらい、何でもできるような選手にはなるので、まあ、特に、やっぱり新カードで来たっていうのもあるんですけど、おすすめの、キャラクターにはなってますね。まあ、っていう感じで、これが、値段別最高の CDM、ボランチの選手たちになります。まあ、また、CM、キャム選手だったりやっていきたいなというふうに思うので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。